皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。今もしかしたら1万人いくかいかないかの瀬戸際なんですけど、現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ということで、今回はフルサイズと APS-C、結局どっちを買えばいいのかというお話をしたいなと思います。カメラを選ぶときに一番最初に考えるところだと思いますし、私も過去に一度この話はしているんですけど、また1年使ってきて今はちょっと考えが変わった部分もあります。先に結論から言ってしまうと、この悩みはレンズを含めて考えると自分なりの答えが出やすいのかなと思っています。なので今回は実際にレンズまでを含めた総額を比べながらどっちを選ぶのがいいのかっていうところを考えていきたいなと思います。ちなみに私が人にお勧めするのであれば、フルサイズなら α7C2 に 2470mm の F2.8GM2、そして APS-C であれば α6700 にシグマの1850の F2.8 をお勧めしたいです。この2本を軸にお話できたらなと思っています。私がもし最初にカメラを買うのであれば、カメラの予算を考えるときはボディとレンズで分けずに最初から標準ズーム込みで見るようにするかなと思います。というのも最初の1本で撮れる範囲がほぼ決まってしまうので、ここを一番大事に考えるのがいいんじゃないかなと思います。その上で最初の1本は私は標準ズームがいいんじゃないかなと思っています。まずこれ1本で十分だと思っていますし、それから広角なり望遠なり欲しくなった時に次を考えれば十分なんじゃないかなと思っています。なので価格を比べる時もボディ単体ではなくてレンズ込みで並べて比較するのがいいんじゃないかなと思っています。ということで、私なりに実際に3つのパターンに分けて考えてみました。まず一番最初はソニーの α7C2 と 2470mm の F2.8GM2 で、いわゆる王道の組み合わせなんじゃないかなと思っています。私が普段使っているのもこれで 24mm から 70mm までの F2.8 通しで使えて、画質もオートフォーカスも本当に十分すぎるぐらい最高峰のものだと思っていますが、その分他のものよりも金額もサイズ感も割としっかりはしています。そして次におすすめしたいのがソニーの α6700 にシグマの 1850mm の F2.8 の APS-C なんですけど、なぜこれをおすすめしたいのかというと、換算の画角なんですよね。シグマの 1850mm はフルサイズ換算だと 27mm から 75mm くらいになるので、最初にお話しした FE2470mm とほぼ同じ範囲をこの値段とこの大きさでカバーができてしまいます。もちろんセンサーサイズが違うので全く同じ写真が撮れるというわけではないんですけど、画質だったりボケの違いについては別の動画で詳しくお話ししているので、そちらを見ていただければなと思います。そして2つ目のフルサイズのサードパーティーレンズなんですけど、これはフルサイズだけど予算を抑えるっていうパターンで考えてみました。例えばシグマの 2870mm やタムロンの 2875mm といったいわゆるサードパーティー製の標準ズームを選ぶっていう選択ですね。ただ私はこの2本を使ったことがないので、写りがどうとか使用感に関してはちょっとわからないです。なので今日はあくまでこういう選択肢があってレンズを含めたカメラの選び方という話としてご紹介したいと思います。実際に使っている方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。きっと購入を検討している方の参考にもなると思います。それでも今回の選択にフルサイズのサードパーティーレンズを入れておきたかった理由がちょっとありまして、実際私は最初に紹介した α7C2 に 2470mm の GM2 と6700に 1850mm の組み合わせは持ってはいるんですけど、フルサイズのサードパーティー製のレンズがあるのであれば、フルサイズのボディでこの総額に収まるならこれも十分ありなんじゃないかなと改めて今回思ってしまったんですよね。金額の話ではこんな感じでしたけど、あとは私が大事にしている重量感なんかも参考に見ていきたいと思います。
そんな感じで金額を考えるのも大事なんですが、次に考えたいのがやっぱり大きさと重さかなと思います。私が持っている 2470mm の F2.8GM2 とシグマの 1850mm で比較をしてみたいと思います。こうやって比べてみると結構印象変わると思うんですよね。私は普段 YouTube の撮影では 2470mm を使っていて、これはこれで本当に満足しているんですけど、1850mm だと机の上に置いていても大きすぎないですし、本当に手に取りやすいなと思っています。例えばですけど、最近プルサリサーチさんという 3D プリンターメーカーが行っているクリエイターサポートプログラムで、私が考えているプロジェクトを実はご支援いただくことになったんですけど、その際の制作の過程を記録として残しておくために、最近は机の上には常に6700と 1850mm の組み合わせを置いています。これだけ小さいので邪魔にならないですし、ちょっと画面からは外れてしまうんですけど、 3D プリンターがここに置いていて、プリンターを稼働しているシーンをパッと撮れる、そんな焦点距離にもすごく満足しています。たまにもう少し寄りたい時は 20-200mm とか 105mm のマクロレンズも使いますけど、基本的にはこの 1850mm のレンズで間に合ってるっていうような感じです。で、ここまでだと APS-C の6700と 1850mm が安くて小さくて最高っていうお話に聞こえてしまうと思うんですけど、もちろんフルサイズをおすすめできる理由もあると思っていて、私もそうなんですけど、標準ズームで撮ってるとだんだん欲が出てきてしまって、もっと広めに撮りたいなとか、もっと望遠が欲しいなってなった時に、フルサイズの方が圧倒的に選択肢が多いと思うんですよね。純正の GM レンズとか無印レンズももちろんありますし、シグマやタムロンといったサードパーティー製もすごく充実していて、価格も最高峰のものから手に取りやすいものまで揃っています。一方で APS-C 専用のレンズって標準域はシグマの 1850mm っていうもう素晴らしい選択肢があると思うんですけど、広角側とか望遠側に行こうとすると正直選べる本数がぐっと減ってしまうと思います。もちろん APS-C のカメラにフルサイズ用のレンズをつけることもできますし、その場合はレンズの真ん中の一番美味しい部分を使えるので、これはこれですごくいい使い方だとは思っています。ただそうなると結局フルサイズ用のレンズの値段を払うことになるので、最初に抑えた予算の差がだんだん薄れてくると思うんですよね。なので今後広角レンズとか望遠レンズとか、特に広角に挑戦してみたくなりそうだなっていう方は最初からフルサイズにしておいた方が結果的にはいい選択肢になるんじゃないかなと思います。ということで今の私の答えをまとめたいと思います。まずフルサイズをお勧めしたいのは、とりあえず万能さを優先したい方ですね。1台で写真も動画も広角も望遠もなるべく困らないようにしておきたいっていう方にお勧めしたいです。それからこの先広角レンズとか望遠レンズにも挑戦してみたくなりそうだなっていう方はフルサイズがいいんじゃないかなと思っています。一方で APS-C をお勧めしたいのは、とにかく予算を抑えたいという方です。ボディの価格も抑えられているものが多いと思いますし、レンズもフルサイズ用のものよりは安く購入することができると思うので、総額でかなり変わってくると思います。実際フルサイズ用で F2.8 投資の標準ズームをシグマの 1850mm と同じくらいの価格で買うっていうのは結構難しいと思うんですよね。どちら選んでも間違いではないと思うんですけど、私的には今の段階ではそう考えるかなと思います。そして最後にくどいとは思うんですけど、これは何度でも言っておきたいことなんですが、もし α6700 に合うレンズを探しているのであれば、シグマの 1850mm の F2.8 も一択だと思っています。もう本当にこれに尽きると言いますか、 F2.8 で換算 27mm から 75mm をカバーできて、しかもこの小ささでこのお値段なんですよね。意外と寄れるので、これは本当におすすめしたいです。とりあえず6700を買うと決めたのであれば 1850mm は絶対に買ってほしいなと思います。と
ということで今回は2026年フルサイズと APS-C それぞれおすすめの方はどんな方かというテーマでお話をしてきました。センサーサイズの話っていつまでも終わらない議論だと思うんですけど、私のお話も参考にしていただけたら嬉しいです。この動画を見てくださっている方の中でシグマの 2870mm とかタムロンの 2875mm を使っている方がいらっしゃったら、ぜひ使い勝手なんかをコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもコメント楽しみにしています。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。もう間もなく1万人達成ということで、この動画が公開されている時はどうかはちょっとわからないんですけど、現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。